始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい。アバターが発売されたかなぐらいのそうですね。タイミングで、早速、もうアバターを食らい尽くしていこうとはい。いうことで、うん。今日はライオンさんにアバターのデッキを一つお願いしました。木の王アズーラになります。はい。絵がかっこいいですね。まあそうですね。結構イラストもいいなとは思ったんですけど、まあカラーリングもね、僕好みということで。なるほど。グリクシスですね。はい。じゃあまず能力の説明をお願いします。はい。グリクシスの4マナのクリーチャーになってまして、スタッツは44になってます。で、火の技2という新しいキーワードを持っていて、アタックするたび赤赤のマナが出ます。で、これは戦闘終了時まで残ります。なるほど。はい。で、火のアゼラ。こいつがアタックしている間に、あなたが呪文一つを唱えるたび、その呪文をコピーします。コピーの新しい対象を選んでもいいです。で、パーマネントはトークンになります。おー、すごい。はい。そういう感じの、まあ、能力もね、僕好みの、はい、コピーっていうね、はい、感じになってます。コピーいいですね、コピー。はい、呪文コピーする。っぽいですよ。はい、もう呪文コピーするの大好きですよ、僕は。はい。で、例えばどんなカードが入るんですか？はい。で、まあ、このデッキは、まあ、まず、火の技2で赤マナが出るので、まあ結構赤貴重のデッキになるのかなという気はするんですけど、まあ赤でインスタントタイミングでドローできるカードが、まあかなりまず相性いいのかなと思ってまして、例えば弱者の力とか炎の拳っていうカードがあるんですけど、まあ条件満たせばパンプ、まあ弱者の力はほぼパンプできないんだけどトランプルで、炎の拳は引いた数につきプラ1プラ0っていう感じにつくんですけど、はい。まあ、っていうのが、ワンドローと一緒についてくるカードになってます。で、他にもね、赤1マナのワンドローするカード、多分インスタントでっていうのがあるので、まあそういったカードは入れていいのかなと思ってます。で、あと、まあもうちょっとマナ上げてもいいんですけど、ドローするカードでインスタントなんですけど、特にこういう答えの要求みたいな追加コストを要求して、代わりにドローできるよみたいなカード。はい。こういうカードは、追加コストをコピーするとき払わなくてよくなるので、まあこれ、2マラで、1枚捨てて、4ドローみたいな。強い。まあこういった動きができるのでいいのかなと思ってます。で、まああとシンプルに早足の学び。まあこれも、不特定マナの2は、火の技で支払うことできるんで、まあ青1マラ4ドロー。強い。って考えたらアンリコ超えてるからまあ一応、ありかなと。まあそれ言ったらだってこれがもうほぼゼロマラ3ドロぐらいしてるからまあみたいなところ。強い。はい。でまあそれに準じた感じで狂気の交渉みたいな、まあこういうディスカード2ドロとか、あと交換の力っていうカードがあるんですけど、これは追加コストで X 枚カードを捨てて、プレイヤー1人とクリエイチャーもしくはプレインズウォーカー合わせて最大1体対象にして、X 倍引いて X 10ダメージです。おー、強い。はい。なんで、手札のカード、例えば3枚あったら3枚捨てて、6枚引いて3点3点ですね。おー、強い。はい。っていうので、まあいいかなという感じ。いいっすね。はい。あと、クリーチャーたちなんですけど、まず、軽量クリーチャーとしては、こういったキャントリップとかで、呪文を何枚も、インスタントタイミングで唱えることができるのかなと思っているので、で、射手団の目立ちたがりとか、釜の悪鬼とか、スプライトのドラゴンみたいな、スペルを唱えると強化されるようなクリーチャー、まあ、こういうのがアタックしやすいのかな。そうですね。はい。イゼット関連でこういったカードあると思うので、まあこういうのが結構相性いいのかなと思ってます。で、あと、まあ単純に瞬足タイミングで出せるクリーチャーたちは、アタックタイミングに出すことできれば、コピーして出てくるので、フェアリーの黒幕2体出たら結構闘争してやめだろみたいな。なるほど。はい。やつだったりとか、あと、こういうフラットビットのオーボラスやせみたいな、相手邪魔なブロッカーがいるときに無理やりタップして突破するとかっていう、まあこいつも2体出るんで、なるほど。まあいいかなと。
いう感じです。はいで、あと、海掛だこ。まあ、ちょっとジェネラルはつかないんですけど、まあ、変容できる。はいはい。はいで、まあ、最悪変容しなくても、まあ、こいつ、カササギみたいに出たら、まあまあまあ、いいでしょうという感じですと。で、あと、こいつは、まあ、全体カササギ付与系の英語の国士。はい。こいつも収束持ってて偉いので、まあ、こいつも入れていいかなと。今まで2体出せると。すごいですね。そう、青々で2体出したら、まあ強いでしょうと。結構強いですね。いう感じです。で、あと、はいまあ復活したアーティ、こいつは、まあ、ちょっとどうなんだろうとは思ってるんですけど、まあ一応、リアクション枠だったりとか、まあもしくは普通に使って、まあ自分のクリーチャーだったり、あとアーティ自身のスタック上に載ってるアーティを打ち消して、まあ実質、疑似ワンドローみたいな、感じで使うのも、まあ一応ギリありかなというところで。コピーが出てきても、出た時は能力が威圧するから、もう一個能力が威圧するってことですよね。そうですね。はい。っていう感じで。まあ伝説のクリーチャーなんで、こいつ2体入れても、まあ結局、どっちかは、伝説性のルールで失われちゃうんですけど、まあうまいことやってあげればいいかなという感じになります。で、まあ、こいつ、問題は、こいつ44をどうやって通していくかっていう、なるほど。話になるんですよね。で、まあ、自分の個人的な感覚は、まあ、自分はある程度マナ立たった状態で44突っ込ませたら、まあ、結構警戒してくれるんじゃないかなと、勝手に踏んでるんですよね。で、まあ、そのためにも、まあ、相手にリスクを背負わせるようなカードをある程度、なんだろう、見せたりとか、まあ、入れておかないと、まあ、ビビってくれないということで、まあその枠として、まあ便利なところが戦慄大串の光みたいな、まあこいつアタッククリーチャーにプラニトランプルつけて、で、そいつが戦闘ダメージ与えると、そのプレイヤーのアーティファクト1個破壊するっていうカードなんですよ。なるほど。プラニが倍だと。プラニは倍なんで、まあ88でアーティファクト2個破壊みたいな。いいっすね。カードとかを入れたりとか、あとはピラニアによる接触、能力を失わせる系のエンチャントなんですけど、瞬足持ってるんで、なんか相手が2個ね。そう、2体能力そうそう。だからブロックしたら、まあこういうカードで突破しちゃうよみたいな。で、相手の方が損しちゃうよみたいなことを匂わせて、ブロックしなかったら別にドローのスペルとかで回していったりとか、まあここら辺で回していったりとかしていいのかなという気はしてます。で、あと、黒のインスタント枠だと、こういうプラニ修正かけて、死んだら戻すよみたいな。カードあると思うんですよ。で、こういうカードを使うと、まあなんか相手のなんかブロックにリスクを終わらせた上で、自分のクリーチャーをもう一回戻してみたいなこともまあ一応できるかなと。だから相打ちしてもまあ OK みたいな状況にできたりとかするかなと思ってます。はい。で、まあそういった感じでデッキを回していって、最終的には、フィニッシュ的には、パワーの倍化系がやっぱいいのかなと思ってます。なるほど。で、パワーの倍化系を入れると、こういったかさ上げだったりとか、まあ、奮撃解放とか。で、残念ながら、ダブストはダメなんですよ。なるほどね。2回ついても意味ないと。そう、2段攻撃2回は意味ないので、まあ、ここら辺、ちょっとカード限られちゃうんですけど、こういった感じのカードを使って、パワーを、まあ、4プラス、まあ、ちょっと例えばここら辺でプラ2とかして、6の、まあ、パワー2倍をかける2とかやると、24点みたいな。まあそういった感じで、まあ最終的にはジェネラルダメージを狙っていくこともできるのかなと。チャンドラ火の目覚めみたいなこともできるかもしれないですからね。まあそうですね。その後パワー上がったクリーチャーが、まあそう全体に火力飛ばしたりとか、そういうのもできるかもしれないし、あと、一応ここら辺の、コモタッチで紹介した奴らが結構でかくなってる可能性があって、なるほど。そいつらをパワー2倍とかにして、普通にジェネラルじゃないダメージで勝ちに行くっていうのも一個、ではあるかなという感じです。で、ただ、パワー2倍にしても、トランプルがついてるかどうかはちょっとわかんないので、今の状況だと。まあ、ここら辺が一応トランプルつくカードであるんですけど、トランプルつかなかった場合の案としては、アンブロ系ですね。で、こいつが、まあ、プラ1プラス0修正のアンブロをつけられる。で、あと一応、まあ、バウンスもあるんですけど、
カードだったりとか、あと間の悪い故障。これ結構強いかなって思ってて、一応2体ブロックできなくすることができるんですよ。ああ、なるほどね。2体ブロックできなくするってことは4体ブロックできなくすることができる。そう。なんで、まあ最後ギリギリ結構4体ぐらいブロックさせないで、なんか通し切って勝ちみたいな。なるほど。もしかしたら狙えるのかなと思っていて。対立の対象をずらすこともできるって書いてありますよ、それ。そう。これ、普通に構えて、ずらす能力が強いんだけど、最後フィニッシュとして、それを使うタイミングがなかったら、最後、下の能力。多分、これを目当てで入れる人あんまりいないんですよ。なるほど。そう。まあ、普通に、だからもちろんね、他のモードで使ってもいいと思うんですよ。アーティファクト破壊のモードで最悪使ってもね、アタック中にね、2個破壊みたいな。そう。できるんで、いいかなと思ってます。はい。で、あと、おまけっちゃおまけなんですけど、雷電支配と発展葉っぱみたいな、まあこういう、なんか、ちょっとここは面白カード味があるんですけど、まあ雷電支配は普通に、呪文を1個唱えた上で、X 以下の、ね、呪文タダで唱えられるから、また次に唱えたのが、アタック中だったらコピーされると。そう。結構いいですよ。2個コピーされて、さらにそれが、コピーだから4つコピーが可能かもしれないってことですよね。そうですね。なんで、2×2 ですね。手札の X 以下の呪文を2回ずつ打てるみたいな感じになります。めっちゃ強いですね、雷電支配。まあ結構やるかなって気がするし、あとこれ雷電支配1回唱える、まあ発展葉っぱもある意味そうっちゃそうなんですけど、雷電支配の場合は1回唱えて、その後2回呪文唱えるタイミングができるんで、このあたりのカマナッキとか目立ちたがり屋が、めっちゃパワー上がるんですよね。っていうのもあって、まあ、このあたりが結構相性いいのかなと思ってます。で、まあ、あと、まあ、発展とか、発展葉っぱ、まあ、葉っぱももちろんね、インスタートタイミングでいきなりなんか、エクストローとかって言っても強いかなって気がするんですけど、まあ、どちらかというと発展の方のモードで、なんか、それこそ、まあ、この辺コピーしたらもう逆に、なんだろう、オーバーキルな気がするんだけど。なるほど。とかもできるし、とかって。はい。まあそうですね。まあとにかくここはかさ増しの枠かなと思ってます。で、最後に、面白カード枠。で、僕が好きなカードなんですけど、上級占いというカードがあります。これ、上から5枚めくって、2つの束に分けて、相手1人に選んでもらうっていう。いやー、これ逃走者だと面白いですよね。はい。そうなんですよ。これ結構面白いカードで、まあ自分が分けて相手が選ぶっていう、まあ感じなんで、まあそれはそれでね、相手に選択権があるカードだから、まあ逃走者ならではの強さがあるカードなのかなとは思ってます。確かに。はい。面白いですね。うん。まあ結構僕はこれ好きで、まあ、逃走者ならではでは言いつつ、僕はスタンで使おうとして、弱えみたいなことがあったんですけど、はい。まあ、そう、逃走者だったらね、多分本当に使っても全然いいかな。面白く使えますよね。まあ、あとこれ印刷なんでもちろんコピーできるんで、10枚公開して、はい。やることもまあ一応できます。はい。なるほど、なるほど。で、あと最後、ちょっと補足的な話しましょうか。はい。はい。このデッキは一応今のところまではブラケット3想定でお話しさせていただいたんですけど、まあ4になった時に、ラルみたいな、マギ系の、ダメージソースがいる状態で、アタック中に発展葉っぱ系を打つと、まあちょっと大変なことが起こるじゃないか。何かとですね。何かと発展。ですね。1マナのなんかの呪文と発展みたいなことをやると、発展を発展でコピーすることができるので、一生発展をコピーし続けるみたいな、感じのことができて、まあそれも発展以外にもいろいろ、発展だけじゃないですよね。まあいろんなコピー系があって。反復とかいろいろいっぱいあって。で、まああと二重栄翔みたいな、こっちのコンボもね、あるかなと思ってて、まあ二重栄翔に2体出るんです。単体でもいけるんですよね。単体でも結構強い。そう、これ普通にコンボなしでデッキに入れるのもありなのかなって正直思ってて、まあコンボはないけど、単純に二重栄翔を、例えば本当にこの肩上げとかのスタックで2体出したら、なんか傘上げがなんか2回コピーされて、また2倍2倍2倍みたいな
こともできるんで、まあこれは正直、ラルと20栄翔みたいな、あと20栄翔は相方がね、2枚コンボがあるんで、まあそこら辺を入れちゃうとブラケット4域になっちゃうのかなって気がするんですけど、まあそれを入れなければ、まあ1を3でもできるかな、どうですか4で考えると、多分ウィザード、他にも、名誉教授マギでドローっていうやつもいるんです。ドローと一応そのラルが、ウィザードは探しやすいんですよ。そうですね。ウィザードは探しやすいので探してこれるのと、あとその黒の色があるんで黒で探してこれるっていう。そうですね。黒がサーチできますからね。今紹介してるデッキ黒かなり少ないですからね。かなり少ないですね。上の卓で考えたら無限コピーみたいなので勝てる筋っていうのもあるかもしれないですね。よく考えるとインスタントタイミングのチューターとかだと、2回打てるから2回打てるから結構。でもインスタントタイミングのチューターはトップに乗っけるトップに乗っけるやつか。2枚トップに乗っけなきゃいけないんで、そこから2ドローとかしないといけないんで。まあでも2ドローできますよ。いやしないんですけど。4ドローできますよ、そこら辺で。これだから汚れた契約打っても、2枚サーチできるみたいなことになりますからね。2枚たどり着きやすいじゃないですか。そうですね。ファクト2回打てるってことになるんで、なんか例えば寿司をみたいな割とまあまあ強いグリクシスなんで、可能性はあります。そうですね。まあやっぱ手軽にコピーさせるの危ないですよね。危ないですね。中って言いつつ、まあアタック中だったら逆に言えばもうノーリスクというか、何の条件もなくコピーされちゃうから、コピーできちゃうから、結構実は危ない逃走者なのかなって気もしないこともないですよね。グリクシスの逃走者は毎回危ないんですよ、基本的には。まあそれは間違いない。まあそれは間違いない。危ないっていうのは決まってるんですけど、でもまあ今回は多分5まではいかないんじゃないかなって僕の予想ですけど。まあそうかもしれないかなって僕も。4アッパーぐらいだと思いますね、想像だと。思ってます。はい。言ってもこいつ単体だと、いや、単体ではマナ出すだけなんですよね、一応。そうですね。マナ出すだけですね。こいつ自身で、なんか、カササギとかドローみたいなのは、持ってないんで、まあギリギリ5には至らない。あと、まあ4マナですしね。まあ4マナギリなんですよね。ギリですよね。だから4マナギリの状態です。めちゃめちゃ強いではないから、やっぱギリ、まあ4かなって気はしますけど。はい。でもサーチが2枚いけるっていうのは結構強いですね。まあだからチャンスはなくはないかもしれないぐらいですかね。はいはい。そうですね。僕の考えですけど、それは。わかんないです。めっちゃいけるって人はいけるかもしれないです。確かにね。まあやってみないとわかんないですからね。そこら辺。まあでも僕は多分そっちの方で組むことは多分なくて、まあカジュアルで。そういう逃走者でもカジュアルで今回こういう風に行こうと思えばいけるってことですから。まあ最終的にはね、殴って勝つっていう方向に、まあ落ち着いたのかなっていう感じなんで、はい。そうですね。どっちでも楽しめる。そうですね。はい。2度美味しいです。上も下も遊んでください。はい。そんなところですかね。まあ高評価80いただけましたら、リスト公開していただけるんですかね。はい。まあ、はい、そうですね。しますので。お願いします。はい。で、あと、イベントがあります。もう、この動画公開直後にすぐやると思いますんで。はい。これを見た方は空いてましたら、即エントリーしてください。お願いします。北千住で11月22日にイベントがありますんで、よろしくお願いしますということで。お願いします。あと、チャンネル登録、高評価、ハイプ等、いろいろお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。